これ根本的な話なんですけど、耳が痛いと思うんですが、聞いてくださいね。今ねうまく書けていないとすればですね、もう根本的に自分の書き方考え方が間違っている以外の理由がないんですよ。もちろん指先がそのカーブを書けないっていうのかな、捉えられないとかっていうのもあるんですけど、そもそも根本的な考え方が間違ってる可能性が高いと思ってください。それが合ってたら今うまく書けてるはずなんですよ。っていうのはね、僕の実体験で言うとですね、自分が経験してきたですね、現場はすごいところをね通過してきましたジブリもすごいなとは思ったんですけど、やっぱ電脳コイルがすごくてね、なんかほらジブリとかだとさ、僕よりも20歳ももう30歳も年上の人たちがなんかすごいうまいのってさ、こうしょうがないかなって正直ちょっと諦めもつくじゃないですか。それに比べて電脳コイルとかね、僕と同い年のね、ルックバックとかで監督してたね、おしゃむくんとかね、あと2歳年上だけどもしゃずさんとかね、もちろん本田さんに井上さんにって、こう銀河系軍団みたいな凄まじいアニメーターだらけだったわけですよ。同じ人間のはずじゃないですか。でも同じ人間なのに人ってこんなに絵うまくなるんだなっていうふうに思えるぐらい上手い人たちに囲まれた時に、多分これ根本的に俺の考え方間違ってるなと思って、受け入れざるを得ないんですよ。今の自分の延長線上に、そういう人たちいないなと思いました正直わかります？このままガチンコでやってっても多分なんか無理だなと思いましたというのはやっぱり認識が多分違う、そもそも捉え方が違うっていうことなので、僕が意識してたのはもうどうやってその認識をずらしていくかっていうこと。認識ってなんだよって話なんですよ。じゃあその当時の僕はどんなもんだったのかっていうことをちょっと絵がないところで説明するのもなんなんですけど、一言で言うと、塾生さんの、上がりと、の中で結構上手い人というか、大差ないです正直やっぱりね、ものをね線で見てましたね。そうじゃないの、絵だもんねって、アニメの絵って線じゃない、じゃあ線で見ないってなんだよって、上手い人って線で見てないんですよ。塗られた後、アニメのキャラって色塗るじゃん。塗った後の完成後のボリューム感で絵を見てるんですよ。去年大活躍したねおしゃまくんね、おしゃま監督の修正を見てね、なんかそもそも俺と違うなと思ってそうなので線で見てる人って、例えば実写を見たりとか、あるいはキャラ表を見てもそれをそのままさ似せて描けないんですよ。線を再現するのってなんて言ったらいいんだろう、分かりやすく言うと 100GB のデータをクリップスタジオで上げましょうかみたいな感じ要するにクラッシュというか、上げてる途中で止まるよね多分。すごいでかい、データって扱いにくいでしょ。でそれを簡単に言うと、面だけで捉えるっていうことはすっごい圧縮したデータにするんですよ、ドットの粗いね。そうするとなんぼでも吸収できるじゃないですか。だからいろんな形をインストールできるし、いろんな形を今度再現もしやすいんですよ。ただし今度再現するときに圧縮されてるデータを今度解凍するみたいな感じです。解凍して出力するんですよ。でそんでもってそれを各々の作品ごとのねタッチに合わせて線の量をね多くしたり少なくしたりするとっていうのがですね、その電脳コイルでその時はできなかったです正直。それからもうその意識で18年ぐらい経つんか。その18年ぐらいかかってその時のその人たちみたいに描けてるかどうかちょっと分かんないですけど、少なくとも僕はその時にから10年以上ねそういう認識で描いて、今に至るっていう感じですね。なんでその時間で大量に僕は添削できるのかと多分不思議に思う人もいるかと思うんですけれど、それこそそれは僕が昔感じたその認識の違いから生まれる話なんですよね。もう線一本一本で見ているとやっぱりねどうしても絵のコントロールってできないんですよね。なので僕は面で見てる、両眼で見てると、この感覚を手に入れない限り多分うまくならないと思っていいんじゃないかなと思います。線で捉えてるうちは
多分無理。主にね、今日の話シンプルに言うと、細かいところを見ずにですね、なるべく大きく捉えると。これ僕がよく例え話で言うのは、指を5本で描いちゃう人っていうのは無理ですと。じゃなくて、この一塊一つのこの楕円形みたいな感じぐらい抽象的に見る。この指がバラバラに5本に見えてる人は、指が描けません。はい。それと同じように、この木々が細かい輪郭ばっかり目がいっちゃう人は多分無理です。この枝が一本一本に見えちゃう人も無理なんです。大事なのはこの大まかな全体のシルエットと、そしてこの一個一個の幹だったり枝のポイントでの太さ、さえ分かれば、大体いいわけですね。絵を描く上で、大きく捉えるっていうのかな、抽象的に捉える、この感覚をいかに早く手に入れるかというか、それになるようにただひたすらそれに意識するしかないんですよね。これがね、なかなか越えられない壁みたいなものがですね、どうしてもありますので、そこをですね意識してほしいなと思いますね。これがねよくあるんですよ、アニメーション行くのね。質問、例えば髪の毛の描き方、質感がうまいこと出せないんですけど、どうしたらいいですかみたいな質問ね、あとしますよ。その人がこだわっているのは髪の毛の質感であると。実は髪の毛ばっかり見てたら髪の毛うまく描けないんですよ。言ってる意味わかります？そう髪の毛乗ってる頭の形悪いとね、そもそも髪の毛描けないんですよね。坊主状態の頭の形が美しく描けると、おのずとですね髪の毛が気持ちよくかっこよく乗るんですよ。なので髪の毛うまく描きたいんだったら頭の形ちゃんと描きましょうって僕言います。その人が意識してること、実はねそこに問題がなかったりするんですよ。自分が意識してることって解決するんですよ。自分が意識できてないことに関してはいつまで経ってもそこに向かわないじゃないですか。美少女のわかんないですか、美青年の素体をうまく描きたいんですけどうまく描けませんが、どうしたらいいですか。もうこれ結論出てるんですよ。いっぱい描こうってそう自分の理想のその形をいっぱい描きましょうしかないんですよ、ね。そうではなくて、自分が意識できてないこと、ちょっと今のね話で言うとですね、それ多分分かってるじゃんってね。だったらなんでそれを僕に質問するのか、僕じゃなくても他の人にね、分かってることをさっと行動に移すことが一番大事なんじゃないのって、その人に確認をしないと何もできないみたいなものそのものが実は一番その自分の成長を阻害するっていうのかな、邪魔してる、根本であって、いちいち人に確認をしないと何もできないようではですね、絵ってうまくならないですもん。まずやってみるんですよまずやってみてどう思いますかっていうのはですねいいと思うんですよ。やる前から人に確認取らないとできないようだと、何か自分で、作っていくっていうことってできないんですよね。なので根本的な考え方が変わらない限り多分そんなにうまくなんないんですよ。なので結構疑うべきは結構深層意識っていうのかなっていうのがね結構難しいんですよね。でもそのためにはどうしたらいいかっていうとですね、結構僕がやってるのは身の回りのもの、からですね、何か改善できるところがあれば探すみたいな、改善する癖をつけるっていうのかな。そもそもにして今の書き方とか考え方に固執すること自体が、そもそも間違ってるんですよね。固執っていうのは今のね書き方にこだわるってことでしょ。それってさ、今の書き方を是とするというか、いいと思ってんでしょお前はって話なんですよ。ってことは上手くならなくていいっていうことだよねって。いや上手くなりたいんですよっていうのであれば、根本的に今の書き方考え方から見直すはずなのに、今までの書き方は守ろうとするわけ。これ矛盾してるんですよね、やってることと言ってることがね。そうでもねここねしょうがないんですよ。要するに今までの自分を否定したくない、今までの
やってきたこと、過去を否定したくない、お前の今までやってきたこと全部間違いだってさ言われたらどう思う？ちょっと辛いよね。ちょっと泣きたくなるよね。でも泣きたくなるけど、これをね日常的に慣れてください、マジで。なんでかって、そうしないと人って変わんないからなんですよ。だけどそしたら自信がなくなって何も行動できないじゃないかって思うでしょ。最終的に上手くなってやるというところにプライドを持ちましょう。今日のね、今のつまらない自分を守っていて、それで最終的に上手くなりますかってことです。最終的な徳を追求したら、今の書き方をどんどん捨てていくことだと思うんですよ。今の考え方、書き方が正しければもう今上手いんです。で、今上手くないんだったら絶対間違ってるんです。で、絶対間違ってることを探しましょう。そしてそれをですね、一個一個もう改善していきましょう。いかに今の書き方を捨てられるか。そして大事なことは今と違う絵を描くことです。どっちかというと変化をですねちょっと意識するっていうのかな。成長率より変化率っていうのを意識してました。成長じゃなくて変化。要するに1ヶ月前と違う人間になろう。まあ要するにすごく下手に触れることもすごく上手い方に触れることもあるわけ。この振れ幅がでかい状態を意識するわけ。自分に対するすごい揺さぶりをかけるんですよ。この上手い下手が激しい方がいいんですよ。そうすると今度だんだんですね、これ経験値が上がっていくと上手い方にだんだんこうね、統一されていくんですよ、他の要素が。この人自分の堅くなな絵守ってんなーっていう人の絵って分かるんですよね。それはねちょっと上手くならなそうだな。真ん中よりちょい上手ぐらいの人が、これにすごくハマりやすいです。そこそこ満足できちゃう画力、このレベルだと若干自分でも満足できちゃうわけだし、これが一番ね止まりやすいんですよ、ここで。だってそれで十分じゃないかって自分でも思うからね。もちろんそれでももう十分です。しかしですね、天井知らずで絵が上手くなりたいとか、それこそ神絵師になりたいとか思うんであれば、それこそ全部見直すと。実は今日の話でいうところの実は頭の良さです。それは勉強ができるとかじゃなくて、自己判断という頭の良さと体力、常に自分ツッコミを入れられるかどうかという頭の良さ。要するにこれ自分ツッコミって何かっていうと、もっとはっきり簡単に言うと客観性ってやつですね。自分ツッコミを日頃から入れる癖、要するに自分の暗部というか、触れてほしくないところっていうのになるべく、意識することによって、これ何が生まれるかというと、自分の今やってることとかが割と強固になるというか、目の前のことに集中できるようになるの。